父が東京からエビフライを持って帰ってきた。その白い煙は魔法のようにドライアイスから立ち上り、部屋いっぱいに広がっていく。ふむ、それは昭和40年の農村に出現したマイナス79度のタイムカプセル。物理法則を超越した1000度の凍結保存ですね。キャー、いきなり温度を下げないでください。放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。お相手はナビゲーターの MC です。感情とは脳内の熱暴走に過ぎません。解説担当、論理の迷宮を冷徹に歩く変人紳士猫であります。さて、今回の課題図書はみんなの給食前のトラウマ飯テロ、三浦哲郎先生の名作ボン土産です。教科書で読んだ時、お腹が空きすぎて授業に集中できなかった人、はーい。一般には出稼ぎ文学の金字塔としてインストールされていますが、学術的には解釈違いですね。これは高度経済成長期の物流革命、すなわちコールドチェーンがもたらした地方と都市の残酷な等価交換を描く SF 小説なのです。出た SF 扱い。でも確かにあの魔法のような夕食のキラキラ感はすごかったですよね。というわけで、そのあまりに純粋で尊い家族の食卓を表現するために、私今回も描いてきたんです。ほほー、MC 画角の新作ですか。前回の抽象画も前衛的でしたが、今回はどのようなデータを出力したのか。じゃじゃーん。タイトルは絶対幸福温度と永遠に解けない魔法です。見てください。この家族全員の目がエビフライの輝きで星になっているところ、一点の曇りもない理想の世界です。これは網膜が焼けるような原色の乱舞。悲劇的な背景をすべて光で塗りつぶす狂気的なまでのポジティブさ。まさにアール・ブリュットの極致ですぞ。褒められちゃった。それではこの眩しい光の裏にある物語を紐解いていきましょう。まずはあらすじの確認から。では早速ボン土産のあらすじを追いかけていきましょう。舞台は昭和30年代後半の青森県。ある夏の出来事です。了解です。ネタバレ事象の地平面へいざダイブ。まず8月11日の夕方、村に響く郵便局の赤いスクーターの音に一家は戦慄します。お父ちゃんが事故にでもあったんじゃないかって。典型的な強砲フラグの誤認ですね。しかし届いたのはエビフライを持って帰るという謎の暗号文でした。翌朝、少年は川で釣りをしながらその未知の食べ物エビフライを練習しますが、どうしてもエンビフライとなまってしまいます。言語野のバグですね。ネイティブな南部弁コードが標準語の発音を自動挿入してしまう仕様です。そして昼過ぎ、ついにお父ちゃんが帰宅。お土産の紙袋からは白い煙が出ていて、少年が触ろうとすると、あちっじゃなくて冷たくて痛い。コールドバーン、ドライアイスによる低温やけど。当時の田舎ではまさに大パーツ並みの未知のテクノロジーです。その後、枠友の喜作くんに会いますが、少年はエビフライのことは秘密にします。教えたら分けなきゃいけないって計算して。独占欲という名の生存戦略。情報統制は見事ですが、なんともせちづらいマウント合戦であります。さあ夕食です。箱に入っていたのは巨大な車エビ。お父ちゃんは兄弟は2人、大人は1匹と厳格に配分します。出た、貧困家庭特有のリソース配分の最適化。カロリーと愛情の厳密な数式ですね。ところが事件発生。おばあちゃんが尻尾まで食べて喉に詰まらせちゃって、お父ちゃんに尻尾は残すもんだと言われ、みんなショックを受けます。ユーザーインターフェースの理解不足による事故。東京の食文化が田舎の胃袋と衝突した瞬間です。楽しい時間はつかまな。翌朝にはもうお父ちゃんは東京へ戻ることに。冬ならドライアイスもいらねべなという少年の強がりが切ないんです。滞在時間わずか30時間強。労働者のタイムスケジュールはあまりに過酷です。お墓参りではおばあちゃんがお経に混ぜて思わずエンビフライと唱えてしまいます。もう頭の中がフライでいっぱい。サブリミナル効果が甚大すぎる。信仰心さえも上書きする揚げ油の魔力、恐るべし。最後はバス停での別れ。お父ちゃんのゴツゴツした手のひらで頭を撫でられ、少年は土と油の匂いを感じます。労働の痕跡ですね。
その触覚情報こそが言葉よりも重い父親の証明なのでしょう。そしてバスが動き出した瞬間、少年はさよならの代わりにお腹の底から叫ぶんです。エンビフライって。うわー、エラー内録に見えて、実はまた美味しいものを持って生きて帰ってこいという最高強度の生存リクエスト。実に見事な伏線回収です。あらすじだけで胸がいっぱいです。さて次はこの物語のバグと仕様について深掘りしていきますよ。さてここからは冷徹に行きます。感動の余韻をぶち壊すようで心苦しいですが、私さっきのあらすじを聞いていてどうしても割に合わないって思っちゃったんです。おや、いつもの尊い蓮子はどうしたのですか？ついに脳内の糖分が枯渇して資本主義的なコスト計算に目覚めましたか？だってそうでしょ。お父さん上野から夜行列車で10時間以上かけてわざわざ溶けやすい冷凍食品を運んでるんですよ。現代ならスマホでポチってクール便です。タイパが悪すぎませんか？ふむ、確かに熱力学的に見れば消化するドライアイスを抱えての長距離移動はエントロピー増大に抗うトローに近い。しかし MCC、 昭和40年にはアマゾンもヤマト運輸のクール宅急便も存在しません。あれは父自身の体を輸送コストとして支払う極めて非効率的かつ泥臭い愛の物流なのです。愛があれば何でもいいんですか？コストだけじゃなくてもっと重大な管理責任の問題があるんですよ。ところで私気になります。おや、何ですか？急に声のトーンが変わりましたが、嫌な予感がしますぞ。そうねえ猫ちゃん、先生さっきからずーっと我慢してたことがあるの。ちょっとお耳を貸してくれるかな？全身に悪感が。その幼児に語りかけるような、しかし瞳孔が開いたそのモードは、まさか歌のお姉さん人格の実相ですか？お土産の袋から出てる白い煙のこと、お父様はあれを自慢げに見せてましたけど、あれは魔法じゃなくてマイナス79度の危険物だよね。はい、二酸化炭素の固体であり、消火点とおっしゃる通りマイナス 78.5 度、極めて低温の化学物質であります。難しい言葉は禁止です。主人公くん、袋に手を入れて焼き栗をつまんだ時のような鋭い痛みを感じてましたよね。あれ完全に低温やけどっていう立派なお怪我ですよ。なんでお父様はそんな危ないものを子供の手の届くところにお片付けしなかったのかな？それは当時の農村部においてドライアイスは未知の大パーツであり、父としてもその危険性を正確にリスクアセスメントできていなかった可能性が。痛い！定規で机を叩くのはやめてくだされ。言い訳はごめんなさいの後ですよ。先生許しません。家庭の中に産業廃棄物レベルの低温物質を無操作に持ち込むなんて安全配慮義務違反です。痛かったねよしよしじゃ済まない労災認定レベルのインシデントだぞ。ぐぬぬ、法的には過失傷害の構成要件を満たす可能性がビレゾン。しかし MCC、 それを言うならおばあちゃんの件も。そう、それです。おばあちゃんがエビフライの尻尾を喉に詰まらせてケッケッってなった場面、あれも笑い話にしてますけど先生背筋が凍りました。あれは情報の非細胞性が生んだ悲劇。都会の黒ところを知らない高齢者が未知のテクスチャに挑んで撃沈したわけですが。だからね、お父様はなんで食べる前に説明しないんですか？これは尻尾を残すんだよってマニュアルを共有するのが先でしょう。事故が起きてから言うのは後出しじゃんけんっていうの。もし窒息してたらエビフライが凶器になるところでしたよ。正論すぎて反論の余地がない。リスクコミュニケーションの完全なる敗模型。お手柔らかに頼みます。私のライフはもうゼロですぞ。分かってくれればいいんです。みんなも危ないお土産には気をつけようね。つい教育的指導が入ってしまいました。理不尽な嵐が過ぎ去った。彼女のその情緒の乱高下こそが私が最も理解できない非合理的なバグですよ。まあとにかく感動的なお話の裏には現代の視点で見るとヒヤッとする危険がいっぱいってことですね。
続いてはそんな作品がなぜ教科書に載り続けているのか、大人の事情に切り込みます。では深淵を覗きましょう。なぜこの物語は数ある文学の中から選ばれ、私たちの教科書に載り続けているのか、その裏コードを読み解きます。ついにその領域に踏み込みますか。これは文部科学省が14歳の脳に仕掛けた極めて高度な精神的虚勢のプログラムだと言ったら、貴女は信じますか？ちょっといきなり物騒すぎませんか。先生たちが私たちを虚勢しようとしてたってこと？意味がわかりません。落ち着いてください。ここで重要なのは著者三浦哲郎氏の作風です。彼は出稼ぎという貧困の構造を描きながら、そこに政治的な怒りを一切込めなかった。これが採用の決定打です。怒りを込めない。そういえばお父さんもおばあちゃんも貧乏だとは言うけど、誰かを恨んだり文句を言ったりしてませんよね。その通り。もし教科書に蟹光線のような革命文学を載せれば、生徒は社会への反逆を学びます。しかしボン土産が教えるのは、理不尽な別れをエビフライという報酬で相殺し、黙って耐える信教の美徳です。うわー、なんかブラック企業の新人研修みたい。文句言わずに働けば美味しいものが食べられるぞって刷り込まれてたってことですか？正解です。これは昭和的企業選手を育成するための見事な行動心理学的コンディショニングなのです。そしてラストシーンの叫びにもある意図が隠されています。塩ビフライって叫ぶところですね。悲しいのにふざけてるみたいで、ちょっと不思議なシーンでした。あれこそがこのプログラムの核心です。お父ちゃんと呼べば涙腺が決壊する。だから少年はあえて無意味な塩ビという言葉に感情を置換し、脳のオーバーフローを防いだのです。なるほど。泣き叫べんじゃなくて変な言葉でごまかして心を麻痺させてるんだ。それって大人になるために必要な技術なんですか？残酷ですがそうです。国家は泣きわめく子供ではなく、冗談を言って苦痛をやり過ごす労働者を求めている。この作品はその感情の抑制を美しく叙情的にインストールする装置なのです。先生の話を聞いてると、美味しそうなエビフライが我慢の味に思えてきました。教科書って実はすごく怖い本だったんですね。文学とは読み方一つで劇薬にもなりうるのです。学術的にはただの解釈ですがね。もう猫さんのせいで純粋に読めなくなっちゃいましたよ。責任取ってください。さて、気を取り直して続いてのコーナーに参りましょう。さて猫さん、そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうなお時間です。黒板消しクリーナーのウィーンって音、懐かしいですよね。あの粉塵を遠心分離する機構こそ教室における唯一の科学でしたね。ですが MCC、 この作品ボン土産における真の科学、そして真の主役は人間ではありません。エビフライでもお父さんでもないんですか？じゃあ誰が主役なんですか？ズバリ内燃機関です。いいですか？冒頭で不安を煽る赤いスクーター、あれはおそらく富士重工のラビットが初期のスーパー株。独特の排気音が不吉な予兆を演出しているわけです。はあ、スクーターの車種まで特定しちゃうんですか？相変わらずマニアックな視点ですね。さらにラストシーン、昭和40年代の北東北の山間部を走るバスといえば間違いなくいすゞ BXD 系などのボンネットバス。あの時代のディーゼルエンジンは騒音が凄まじく、アイドリング音がガラガラガラと響くからこそ少年の声がかき消されそうになる。つまりこれは日本の高度経済成長を支えた馬力と排ガスの物語なのであります。なるほど。お父さんの背中からした油の匂いっていうのはエビフライの油じゃなくてバスやトラックの機械油の匂いだったのかもしれませんね。おや？ MCC にしては珍しく私のニッチな乗り物語に食いついてきましたね。いつもなら変なのと流すところですが、実は私ここだけの秘密ですよ。学生時代にこっそり危険物取扱者
オツ種4類の免許を取ったことがあるんです。ガソリンスタンドのあの匂い、結構好きなんですよね。おつよん？アイドル司会者がガソリンや軽油の取扱免許を？その清楚な見た目で引火性液体の性質を熟知しているとは、やはり基準のスペックは計り知れませんな。エンジン音を聞くとなんだか落ち着くんですよね。と、私の話はいいんです。著者の三浦哲郎先生についても面白いデータがあるんですよね。ありますとも。三浦哲郎といえば教科書では地味で真面目な純文学作家というイメージですが、実は彼元体育教師で、学生時代はボディービルに励んでいた筋肉ガチ勢なんですよ。嘘でしょ。あの繊細な文章を書く人がムキムキのマッチョマンだったんですか？ギャップがすごすぎます。事実です。教員時代は生徒の前で鉄棒の大車輪を披露していたとか、芥川賞を受賞した忍川という作品なんて、自分の初夜の容姿や貧乏生活を赤裸々に書きすぎて親戚中が真っ青になったというエピソードもあります。ちょっと猫ちゃん、そこでストップです。先生、聞き捨てならないですね。来ましたね、その目が笑っていない歌のお姉さんモード。三浦くん、私書説だからってプライベートなことを全部書いちゃダメですよ。奥様だって恥ずかしいでしょ。お家の中の秘密はお外でベラベラ喋らない。これ個人情報保護のお約束です。わかりましたか？はい、粗悪な文豪の業を現代のコンプライアンスで叱らないでくだされ。芸術とは露出狂に近い側面があるのです。つい教育的指導が入ってしまいました。でもそんな人間臭いエピソードを聞くと、あのお父さんの不器用さもなんだか愛おしく思えてきますね。まあそうですね。ちなみに最後に一つ明日使えるライフハックを。作中のドライアイス、もし余ったらフルーツと一緒にクーラーボックスに入れて密閉してみてください。凍っちゃうだけじゃないんですか？消化した二酸化炭素がフルーツの水分に溶け込んでシュワシュワする炭酸フルーツが出来上がるのです。昭和の少年が夢見た未来の味を現代のキッチンで再現できるわけです。すごい、それ絶対映えますよね。今度やってみます。というわけで、冷凍エビフライから始まった旅もそろそろ終点です。高度経済成長の熱気とドライアイスの冷気、その温度差こそがこの文学の虹でしたね。はい、それではまた次の放課後にお会いしましょう。お相手は MC と解説担当猫でした。にゃーん。